300万再生お願いします来たか、この時が。シモンくんのあの動画から2年半、約2年4ヶ月ぐらい。この動画でマジで言ったけど、今からオーリー説明するけど、マジでこれ見ろ。全部言ったろ。俺シモンの動画では言ってないこといっぱいあったから、尺の問題で。もう今日オーリーとはを全て教えます。やっていきましょう。今日は先ほど言ったようにめちゃめちゃ動画が長なるから、ある程度俺らの中でこう弾く編みたいな、すり上げ編みたいなある程度分数まとめて概要欄に貼ってるから、俺今日全部話すから。もうスケボー始めたての人からオーリーやってる人に向けてまで話すから、もう自分の層とずれてしまうとあれやし、自分の層にあるやつ概要欄からこうやって見つけてってそこどんどんそこから始まるから。なんて優しいんだ俺は、優しすぎるだろほんま。先生と呼んでくれ。もう今回俺が一番伝えたいのこの動画で、高さはいらんのよ。ほんまに覚えといてな。オーリーって高さよりも綺麗さの方が大事で、どこでもすぐ打てるっていうオーリーが一番大事やねん。縦コーン飛べるからオーリーうまいわけではない。全然そんなことないよ。縦コーン飛べててもオーリー下手な人もいる、汚い人もいるし、でもそれよりかは20センチ30センチでめちゃめちゃ綺麗なオーリー打つっていうのが一番大事なんや。もうこれほんまに覚えとけ。メモれ。高さ上げるにはどうしたらいいですかとかもバリバリ連絡くんだけど、いや違うねんって。根本高さなんて別にそんないらんから。もう攻めるボックスなんて大概3、40センチあったら5、60センチあったら十分なんよ。高さは別にいらん。もうたまたま俺は高いのが得意やって1メートルとか飛べるけど、そんなんは別にいらん。低いので十分だから、とりあえず今日は綺麗にやるっていうのを目標をかけて今日は話していくな。このスケートボード自体なんで飛ぶのかっていうのをまず簡単に説明しようかな。まず初心者の人が見たら全然分からへんやん。なんで飛んでんのか。これ何にもないもんやし、足の裏に磁石ついてるわけでもないのになんで浮いてくんねんと。まずそっからやと思う。原理は一応簡単で、こっちを蹴って前が上がってきた時に前足でこっち吸って後ろをグッて引き上げてポンって飛ぶ。簡単に説明したけども、これがオーリーの原理なんよ全て。ただこれを得得すんのにアホみたいに時間かかるし、めっちゃ難しいんよね。だから結構スケボーってオーリーの段階で諦めてやめる人いっぱいいるんやけど、今日この長々喋る動画の中でオーリーっていう技だけについて喋るんじゃなくて、オーリーからなんでオーリーが重要なのか、オーリーからどういう風に技を持っていけるのかっていうのまで説明するから、今日はこの動画見ろ。はい、スタンス、まず足の位置から説明するな。足の位置はだいたいここ。俺はこの後ろのビスのところ3本ぐらいに足こうやって置いて、後ろ足はここに置く。全然これでいい。人それぞれオーリーのスタンスもめちゃくちゃあって、これが絶対正解じゃないねんか。もうほんま俺は俺やし、もう他の人はまた他の人でいっぱいオーリーのスタンス各自あんねん。例えばやけど、足をこうちゃんと平行にする人もいれば、ちょっと前足こうやってやってオーリーする人もいるし、あとスタンスで言ったらもうちょっと狭い人もいるとか、あと広い人もいるし、これはいっぱいありすぎて今日は別に説明するつもりないねんか。俺は俺のスタンスを教えるっていう感じにするけども、そっから独自に俺こっちの方がやりやすいわみたいな、こんな感じの方がええわみたいなのは後々自分で練習してって開拓していくもんやから、とりあえず基本はこんな感じ。これでこっち踏んで前足吸ってポンと引き上げる感じ。ちょっと今簡単にやったけどこんな感じですね。弾く位置とかについてはちょっとコツがあって、見て穴開いとる。こんにちはしてるやろ。親指の母子球って言われるここな、ここをもうマジでデッキのオーリーのピーって線引いた真ん中ぐらい。俺はこの辺を狙ってる。ここじゃなくてここバーンって踏んで、ここに力入れながら真下に弾くイメージ。母子球ね。これがテールの方のスタンスかな。次逆ね、する方全部空いてるよおい、しっかりせえ。しっかり。これなんで空いてるか教えてあげようか。本来の位置はここにあったよ。はい、これ僕が今日なんでこの靴下穴開いてるのを選んだか。これはね、みんなにより分かりやすくするところを見せたいからなんですね。小指のこの母子球、これを今度板のノーズに向かってまっすぐすり上げるの。その時にするのがこの辺なんよ。ここからこう吸ってテールは母子球に当てる。これがオーリーです。これがオーリーです。こんなんしてたら穴開くやろほらな次行くよ。今のスタンスと今のこの言った感覚全部踏まえた上で、とりあえずやってみるっていうのが一番大事で、やってみるにはまず初めに止まってでもいいから乗ってスタンスに作る。でこの時さ、やっぱりまださっきまでこうやって乗ってたから、スケートボールこれでようやく足が慣れてる場合が慣れてるわけよ。今まではこうやってプッシュしてるだけやし、チクタクでちょっと踏んでたと思うけど、
でもその中で今度はこの前足を後ろに縮めるってことはそんだけ自分の重心狭めるってことやから、それでももうフラフラせえへん。まずもうガチッとこの状態できるようなバランス力がまず必要。余裕ですよみたいなってき始めたら、次のステップ、テールをようやく弾くっていう工程にある。テールを弾くっていうのはもうこれだけ、これね、これをスケボー乗ってや。でもし初め怖かったら別に柵持ちながらでもいいけど、それは後で説明するわ。ちょっとスタンス決めてちょっとだけこっち踏んでみる。これがオーリーの始まりですこれからオーリーは全て始まりです。僕もこの道通ってきました。やばいぐらいずっと。まずはテールを当てる。そういうのもセット、体重ね、スケボーってどんなにフラットである以上、バンクとかそういうセクションの上でない以上、体重はどんなスタンスにおいても、このスタンスにおいてもここ真ん中なんですよ。例えば今この2つ置いてて、俺はこっち側に多めにかけてるんだよな。こっちなんかほぼ足置いてるだけみたいなもんで、これはもうオーリーでも一緒で、こっちに体重かけて最後飛ぶ瞬間はこっちにめっちゃ力かけるけど、それまでの間は基本デッキの中心に体重を置いとくイメージで、飛ぶ瞬間だけちょっと後ろこっち側に行ってバーンと、そんな感じです。はい、今の子って携帯とか iPhone とかやん。俺らの時ってもうデジカメあるかないかぐらいやったからさ、デジカメあったけどもうすぐそのままに見れるわけじゃなかった。なんか VX とかでこうやって見なあかんかったから、もう自分のオーリーの何が悪いかっていうのを映像で確認できひんかったよね、昔は。そんな簡単に。でも今は鮮明に見えるやん。もうすぐ iPhone で撮れるやんか。もうスローモーションとかしたら一瞬で見えるんよ、ここの動きとかが。ちゃんと自分のオーリーを動画でちゃんと確認して、何が悪いのか上手い人の見比べるってのもまた大事。とりあえず初めはテールを踏む。ここを踏んで地面に当てる。で地面に当てたら音するからパンってテンテンって音したら今これがめっちゃ大事。さっきはもう地面で何も自分が手持たん状態でこの状態で弾いたけども、こうやって次はそっからフェンス持ってやる方。これやると結構安定するっていうのもあるし、スケボーの上にこうバランス崩れてもこうやって乗っとけるやん。例えばやけどこうなってもやばいってなってもこうやってしがみついたらいけるわけや。だからここでちゃんとしっかり掴んでテールをとりあえず地面に当てるという練習。慣れてきたらだんだん柵の方に力緩める。片手にするとか、最終的にこうバランス崩れた時だけ柵持つとか、そういう風なにしていった方がいい。とりあえずできるだけ壁に近いところに置いて、これはもう添えてるぐらいの勢いで練習する。柵がない場合でさっきの練習とか、柵持っての練習ぐらいからちょっとだけ意識するのが、前足をこっちに寝かしてあげる。これめっちゃ重要で、前足引っ掛けてオーリーするときってこうやって引っ掛けてないんよ。こんなの難しいからさ。逆にどうやってやるかって言ったら足寝かしてこうやってするんだよ。だからスケーターってこの辺がめちゃめちゃ傷だらけなんねん、こことか。このすり足っていうのは癖にならへんかったらオーリーすぐできひんから、もうオーリーする、ジャンプするっていう時は絶対前足が寝るんよね、こうグッと。それをこのフェンスぐらいの時からスランでいいから、初めはスランでいいから足ちょっと3つにされてでしてあげる。これが足首の寝かす癖になると。しっかり弾いてから寝かすっていう癖をつけてから次のステップに行きましょう。次のステップ、これは結構簡単。フェンスを掴むにしろ止まってやるにしろ、ある程度オーリー弾けてもうバランス取れるようになってくる時期ってくるねんか。例えばやけど低いけどもうこれってもう全然安定してるやん、この膝の使い方とかって。でここまで来たら俺もう走ってやれって言うねんか。オーリーな止まってやったらあかんとは言わへんけど、なんでその止まってやるんじゃなくてもう走っていけっていうのかっつったら、止まってやるとちょっとだけフェイキーオーリーになんねんな。こっち側に引いてんねん、こっち側。でも普通走ってんやから進行こっちなわけよ。だからこう走りながらこう飛ばなあかんのに対して、こう走りながらこうやって飛ぼうっていう弾き方になってしまうねんか、止まってやると。こうやって練習してましたけど、慣れてきたんやったらもうちょっとだけ進む。ほんまにワンプッシュだけ入れると。これめちゃくちゃ大事なんよ。スピ
ピード出てる時の弾き方って全然違うねんか、止まってやるのと。だからもうある程度できるようになってきたらちょっとでも進んでやるんが一番練習になるから。でだんだんそれができてきたらスピード上げる。こんな感じかな。多分じゃない、6割7割は俺はこれでつまずいてやめる。この動画見てるやつもやめてるやついる。俺は知ってる。お前やマジでお前や、絶対やめるから。この動画見てうわすげえって思うと思う。で俺なんかできる気してきたっつって結局やるやん。1ヶ月もせんと諦めてやめるやつ絶対いる。俺は知ってる。お前です。僕は知ってます。もうあるあるもいいとこ。ここでつまずいてやめる、ここで怪我してやめる、めっちゃある。でもこの上一歩この壁越えたらもうめちゃくちゃ面白い世界いっぱい待ってるから頑張って練習しましょう。で今まで話してきたのはスケボーを初めてやる人に対してオーリーを練習するっていう方法と説明やってんけど、次は、オーリーを理解してるけどもどうもこう上手くならへんとかっていうのに対してちょっと簡単に説明していこうかな。でこれはシモンの動画でもパッて言ったんやけど、ある程度こう進んで弾けるようになってきてみんな物声とかを練習するようになってきたら時の話やねんけど、自分は飛ぼうとしてるけどもスケートボードがついてきてないっていうタイプと、逆にスケートボードは飛ぼうとしてるのに自分が飛べてないっていうタイプ。見せた方が早いよね。見せるわ。自分が飛んでしまっててスケボーが飛ぼうとしてない場合のオーリー。こういうことなんやね、俺が言いたいのって。でもう一個が板は飛ぼうとしてるのに自分が飛べてないタイプ。分かりやすい。絶対これや、絶対これ。一応悪い点1個ずつ言っていくんやけど、1個目さっき言ったのはこっちの力がめちゃめちゃ強いのに対してこっちが全然擦り切れてない、しっかり擦れてないからこそ引っかかってグワングワンになる。これが自分が飛ぼうとしすぎて板が飛べてないっていう原因よくあることで、もう一つは膝が抜けてるオーリー。これに関してはちょっとこっちの弾くタイミングが地面に長くくっついてんねん。さっき地面についてる時間が長いって言ったやん。それどういうことかって言ったらこういうことやねん。こういうこと。でも一応上がってくるやん。バーンってやっても上がってくるやん。ここ踏んだだけでもこうやってこの上がってきた力だけで前足吸ってこっち膝曲げたらこの分だけついてくる。でこれは弾き方がこうじゃないんだよ。こうやねん。危な。今の弾き方これが一番悪いで、この2つのオーリーはめちゃめちゃよく見られる。ちょっと言い忘れたことが一つだけあって、スケボーでブレが出るときまっすぐこうやって進んでんやからまっすぐこうやって上がってくるはず。俺今位置ずれてないやん。でもオーリーしてたら走りながらこうずれてる人とかいんねんな、よく。例えばめっちゃうまない？俺こういうオーリーするの。そんなのある人いると思います。はい、これいると思うんですよね。膝抜けるオーリーにちょっとだけ似てるんやけど、それ以前に根本違う点があって、弾く位置する向きが全然違う。この真ん中があって、この真ん中からさっき俺はこの辺すれって言ったけど、このする位置がこっちに行けば行くほどこっちにずれるし、こっちに行けば行くほどこっちにずれる。簡単やね。これはこっちに行けたら前やからまっすぐちゃんとできる。これがずれたらこの辺やったらいがむ。こっちやったらまあ簡単な話でそうなる。でこっちもそう、こっちもする位置がこうまっすぐすり上げてるからまっすぐこう上がろうとするけども、こっち側に吸ってしまったらさこっち側に行くし、こっち側に吸ってしまったらこれが。このする位置弾く位置っていうのはタイミングだけじゃなくてちゃんとする位置までちゃんとしっかり考えてオーリーはしなければいけないです。これだけ聞いたらやっぱりスケボーおむずってなるな。なるわ。そら6割7割やめるよ。それで生き残ったやつが馬なるわ。そらはい頑張っていきましょう。はい次行きましょう。はいお勉強編、オーリーとはのお勉強編。オーリーの高さについてちょっとだけ触れようかな。オーリーって飛び方がこう浮くんじゃないねん。ここ踏んでからこう上げてこうするんだけども、高さが変わる原理、これ意識の仕方の問題ねんか。オーリーってもうただただ練習しててもそれ高なると思う。別に考えんでもいいと思う。でもどっちかって言ったら俺全て原理とかを全部頭の中で考えて、その上で理解した上で体に持っていくっていう使い方をすんねんな。俺いつもどのスポーツでもそうで、なんかこれやってみろって言われてもそれ一回やってみてやった上で、あこれってこうやからこの人はこう上手くなってるんやって理解した上で体を動かすっていうことに俺をつなげてんねん。やからある程度俺もこの自分のなりのオーリーの高さの秘訣っていうかがあって、これちょっとシモンのとこでも話したんだけど、視点があって、やっぱりスケボーって飛
飛ぶ順番はこっちからこう上がってこう上がっていくの。低い人ってのはこれぐらいしかないわけよ。こんなんとかで、この高さの違いって何なんやろって考えた時に、一番はこの板が縦向く時なんだよ。この角度、この時点で擦り上げてしまうと、まだこの板上にここまで上がろうとしてんのに、もう前足でこうやって押さえてしまうから、この力だけで前足擦り上げるとこの高さしか上がらない。これどこを視点にしてるか言います。この辺なんですよね、高さ。だから頑張ってもここまでしか上がらへんの、高さは。だって上がってきてんのここなんやからさ、マックスこの位置まで持ってっても頑張ってもこれやん。じゃあ高い人ってどうしてるんかっちゅう話なんやけど、やばいやつはここに視点を置いてんの。ここまでこの姿勢を保って前足でグッて引っ張って、ここからここ中心にこう上がってきてる。わかる？これが例えばやけど、前足の使い方と後ろ足の弾き方がもう完璧な人っていうのが今こういう状態でも、例えば後ろ足の弾き方は完璧やけど前足の擦り方が完璧じゃない人どうなるか。例えば高さがこれぐらいの人、これ設定で言うとここまで後ろ足弾くんは完璧なんやったらここまで上がってきてる。でもするんが下手やからここまで持ってきて視点持ってこれずに、ここが視点のまま板がこうなる。だから高さこれになる。板のどこに視点があるのか、自分の高さのだいたいこれぐらいになったらここ視点になってるはずなのよ。これ動きながらな、止まって今説明してるからあれやけど、ゆっくりこうやって走りながらこういう風に見たら、ちゃんと動画でも見たら自分の視点って分かんねん。横向きからこうやって撮ればやし、その時に動画でもう一回自分のこと見て、自分の視点ってどこにあるんか、タイミングっていうのがもうちょっと待ったら上がってくんのに、この板がとかもあるんよね。それってオーリーの仕組みをしっかり理解してへんかったら次に繋がらへんことやと俺思うから、そこら辺を今さっき言ったお勉強の時間で視点がどこに自分にあるのかちゃんと弾いてから、どこら辺に持っていけてんやろか。この辺の人とかも全然いるんよ。グーってで、これ多分スローモーションで撮ったらめちゃめちゃ綺麗に撮れると思うんだよな。スローモーション見たら分かると思うけど、俺自分で見て思ったけど、こう浮いてからまだ待っとんな、こうやって。ほんでこう上げとんな。てかじゃないとよ、この間1メートル飛べへんよね。80センチしか板ないんやから、80がマックスかって言ったらそうじゃないね。この位置を我慢して、ここ板離れてからも最後まで待ってグッて上げたら高くなるってことかな。はい、これ理解しや。ただ俺この動画で伝えたいのは、高くしろ言うてるんちゃうからな。もう一回言うぞ、勘違いすんなよ。高くなれ言うてんちゃうからな。綺麗にオーリーせよって。ただオーリーの高さの仕組みはこんな感じですよっていうのを今言いましたんで、次やな。まあ一応このコーン持ってきたんやけど、まあ、コーンよりも先にもうちょっと物乞いについて詳しく言おうかな。で、俺スケボー始めたの16歳の時やけど、全く一緒の関係やったわ。アスファルトしかなくてもう永遠にオーリーしてたんやけど、その時に、まあ、物乞いまだペットボトルとかの止めへん時かな。どうやって何してたかって言ったら、飛んでたんこれなんよ、こいつ。初めの目安は物じゃなくて、こういうちょっとした日々とかを超えるイメージやっていくのが一番いいんちゃうかなと思うな。多分スケボーのオーリーを練習してる人って目線がここのはずなんよ。この目線なはず。普通にオーリーしてって言われたら多分ここでこうやって目線見ながらこうやってオーリーしてるはずなんよ。けど物乞いになってる時に目線下向いてたらタイミングわからんやん。だから物乞いする時ってのは超えるものを見とくんよ。っていうことはよ、簡単に言ったらノールックでオーリーせえ言うてるのと一緒なんよ。物を見ながらそっちに意識持ちながらオーリーするってことは、自分のスタンスすらもう勘で確認してできるようになるな。もうこれはやってたらそのうち分かってきます。それしかないです。練習してください。ここかな、それを軽く。まずは一番初めのコツ言います。今さ、俺多分この辺ギリギリで弾いたんよ。これってもう感覚やねんか、俺は。もう階段飛ぶとかハンドレール、レールボックス入るとかも全部感覚でここをギリギリ狙えるようになってくるねん。でも一番最初ってそれ分からへんから、まず大体意識するのはノーズが物を超え始めた時ぐらいに弾く。この線の場合よ、これまた変わってくるからね。とりあえず一番最初はこの前のノーズがかぶったなと思った時に弾く。多分まだあるあるの話。普通に
物超えずにオーリーせえって言われるときはオーリーできるけど、物超えしようと思った瞬間に全然できなくなるんですよみたいな。これもめちゃくちゃあるんですよ。みんなそうなんですよ。これはあなただけじゃなくて全員そう。これなんでかって言ったらさ、やっぱさっきも言ったけど見てないからなのよ。今まではこの視線で自分の視界にスケートボードがあって、そのスケートボードに乗ってる自分の足を見ながらオーリーしてたはずなのよ。それをいきなり物超えしようと思ったら障害物を見なあかんようになるから、ここがおろそかなんねん。だからオーリーができんようになるんだ。これ何が言いたいかって言ったら、今これ見えてる状態でやってんねん。確認しながらやってんねんか、このオーリー一つでさえも。あ、ちゃんと浮いてきよったな、すり上げたなって認識しながらやってんねんか、無意識のうちに。逆に見るとオーリーしよう、物超えしようと思ったら見えへんけども、だんだん見えへんなりにどうやってオーリーしたらいいんやろって考え始めるから、ずーっとここ見ててオーリーしてても物超えできるかって言ったらできひんの。めっちゃおる。正直物超えせえへんやったらオーリー40センチぐらいはあんのに、いきなり物超えせえへんやったらカンカンすら飛べへんやつおんねんか。物超えをしてない。もうそれだけ。物超えっていうのはもうほんまに線でもいいし障害物でもいいから、何でもスタンスを見ないでやるっていうことになるから、めちゃめちゃ難しいことなんよ。だからこれは練習しなければいけないこと。練習しな得得はない。ただよく物超えするとき目線どこ行ってますかみたいなのもよく聞かれるから、それは説明する。俺はちょっと板なしでやるわ。この状態の時は障害物を見てるけど、飛んだ後こっちまで来たらさ、もう障害物見んでええわけやん。だからこの後は物を超えたなって、ここまでは障害物見てるけど、超えた後はもう着地見てる。超えてから障害物を見続ける理由はない。こうやった後にこうやってずーっとこうやって見てても何の意味ないよ、こっち進んでいくのにさ。だから障害物超えた後っていうのは自分が進むべき方向とその進行を見とく方が一番いいねんな。飛ぶまではその障害物がポイントやねん。でも超えた後はその後着地しっかりして進むっていうことになるから、そこに今度目線を置くっていうのが大事。目線はもうそれしかないかな。とりあえず一番最初はこういう白線を越える。でまあ徐々に、ペットボトルとかカンカンとかで、それぐらいになってきたらついにこいつが登場するわけですよね。このコーンもう一個あったらさ、ここに組み重ねたら大体この高さなんだけど、これずらしてったらこれぐらいでもできる。だから一番初めこの辺狙ったりする。目線見て着地見る。これが物超えのコツです。で高くなればなるほど高さが上がるってことは飛距離も伸びるから、その分スピードも必要になってくる。で一番やっぱり安定したオーリーっていうのが一番大事で、俺の中では組コーンをめちゃめちゃ綺麗に飛べるっていうのが俺の中で最低ライン。大人の話な。子供は体型的に無理なこともあるから、しっかりちゃんと弾いて綺麗にやる。で汚く飛んでも意味ないからな、マジで。ぐちゃぐちゃで飛んでも意味ないんよ、もうほんまに。やっても一緒です。これぐらいのオーリーの練習するんやったら白線で綺麗にオーリー練習した方がまだまし。高さが40センチ超えたから次50センチやじゃなくて、40センチ飛べるようになったんやったら30センチスピード出してできるようになった方がいい。一番の根源の基礎はオーリーなわけよ。だからオーリーがちゃんとこれ綺麗に飛べるようになったっていう人からちょっとまあ簡単に見てってほしいなと思って、今回ちょっと言うのは前に飛ぶ後ろに飛ぶっていうオーリーなのよね。何やねんそれと。もうスケボーって普通に前に飛んどるやないかと。はい、違います。前に飛ぶっていうのはどういうことかって言ったら、この線上でよか、この進行方向、このまっすぐの白い線の上に行って、この線よりもこっち側に飛ぶ。ああ、これ前飛んだよ。で次後ろ。今見たように前に飛ぶっていうと後ろに飛ぶっていう。これはまあ何に使うかって言ったら、ボックスにフロント50バックサイド50かけるときに使うんよねっていうのが今言ったオーリーで必要になってくる技の代用編。ボックス乗るときとかバックサイドフロントサイド、まあではこれのやり方ですね。今度やり方を説明していきましょう。やり方のこれって正直まあ50の練習になるよね。前に弾くときっていうのはさっきのすり足使うねんか。すり足でこっちにグーって持ってくるんやけど、それだけやったらな普通に考えて斜めなって終わるやんってなるよねってなるんよね。だから体重がめっちゃ大事で、自分がこう立ってて行きたい方向が前なんやったら、スケボーって基本肩から動くねんか。腰から上を動かしながら、それに伴って下半身が動いてくるスポーツやね。180でもそうで、回る時も基本肩からこっち回って、その後に腰がこうやって回ってる。こっちに飛びたいんやったら先飛ぶんは体でもそうやんか。こうやって飛ばんやろ、足からいかんやん。肩からこういってそこに足を持ってくるよ。
これってもう結構誰でも分かることやん。前に飛ぼうと思ったら絶対行く、上半身から行く。これスケボーも全く一緒で、ちょっと上半身は前のめりやねん。さっきはこの状態でいろって言ったけども、前飛ぶ時はちょっとだけ前かがみになってこうやって飛ぶんやけど、こんな簡単にいかんよマジで。オーリー練習ちゃんとしっかりしててもここまでうまいこといくのに多分半年はかかると思う。俺は前後ろ両方綺麗に飛べるようになるよ。前に飛ぶ時は初めこれぐらい、ちょっとでいい。この板1枚分これぐらいでええから、ちょっとずつ前に。これも止まってやったらあかんよ。走って走って前に走って後ろに、後ろも上半身が上に行った状態で、その後板がこっちに移動して吸った時に足を上げるタイミングでグッとこう持ってくる。これ逆、前もグッと、ノーズが先行ってからテールをゆっくり持っていく。これに関してはもう練習も必要やな。オーリーは練習なんですよ。初めはこんな状態になるけど、こっちがちゃんと上がるようになってきたら、上げると同時に前に持ってったらいけんねん。とりあえずちょっとなんか一番多かったんが刺し方。いやもうこれに関してはめっちゃ苦手やわ。タイミングとか、一応説明するけど、これ俺なりな。俺ってあんま刺さん人なんよ。本気マックス高い時とかしか刺さんねんな。でタイミングじゃあ簡単に説明しようかな。刺すってどういうことかっつったら、空中の姿勢がの弾いてる足が寝転ぶっていう感じ。こんな感じになる。それを取ってあげて。ってな感じで、さっき見てもらったように僕が刺しは下手くそです以上とりあえず刺しをどうやってやるか、単刀直入に言うと刺すタイミングは前足で吸ったやつを上に上がってくるタイミング。こう来て前足がここにあって上がってきた、ここでこうこれが結構大事かな。だから最後グッと上がってくる瞬間に足首をこうやって寝かす。そればっかり練習してる人めっちゃうまいけどな。俺別にそういうの練習してないからあれやけど、だからあんまり刺しのアドバイスはできひんけど、タイミングっていうのはここ数々いろいろと喋ったけど、もうオーリーっていうのはいかに大事かっていうのがほんまに分かってもらえたら俺はそれでいいかなと思う。俺正直今もうそんなにオーリーうまいとマジで思ってないからさ。ただ自分がやってきたことやし、どういう風に体使ったらいいのかとか、どういう練習の仕方をすればいけるのかっていうのは説明できる。だからこの動画を通してそれだけ伝えたつもりでいるんやけども、高さじゃないよ、綺麗さです。マジでこれほんまに覚えるときはもう下の動画でも言ったけど、やっぱ高さがあってもそこから次繋がらんから。オーリーはマジで幹やと思って、この幹をちゃんと太くしひん限り枝分かれしてって、今度180キックフリップいってからどんどんこの幹が細いと大きくならないの。あんだけでかい木っていうのはあんだけでかい幹持ってるからあんだけ高いわけよ。どこでも打てる、全然段階も降りれる、物も飛び越えられる、レールも入れるっていう綺麗なオーリーを目指して練習頑張ってください。久々に喋ったな、2年ぶりぐらいにオーリーをちゃんとしっかり自分のできひんところのポイントっていうのをしっかり理解した上でちょっと練習につなげていけば上達スピードも上がるんじゃないかなと思うんで、この動画見てよかったら参考にしてください。ではお疲れ様でした。足ちょっと3つ練習する。目線見て着地見て。前に飛ぶだけ初めこれぐらい、ちょっとでいいね。で前に持ってったらいけんねん。